この時出たね。特大のイエス。イエスでもまあ翌日がさ、結局、またバスで、今度は魔人天津飯が送ってくれる分の1時間がなくて、空港まで直のバスだったから、正味5時間なんですよ。5時間トイレなしっていうのは、俺やっぱほら、過去何度もさ、海外行っててわかるんだけど、やっぱ前の日飲んじゃうと、翌日さ、不慮の、事態に襲われることがあるから、これはマジで酒控えめにしようということで、酒も食い物も控えめにしようということで、だいぶ控えめに、その日は終わりました。まあ、つっても飲んだけどね。とは言いつつ飲んだけど。それで、怖えよな、トイレないで5時間怖いよな、つって、いう話をしたんだけど、マグマンがね、いや、トイレあるみたいですよ、って言って。そうっつって。来るときなかったよ。いや、でも、ありました。あるって書いてますよ。つって。で、なんかそういう間取りみたいなの見せてもらった。確かにあんだよね。なんか謎の空間が。ここ多分トイレっすとか言って言われて。えっつって。で、俺一応、飲み物を3本買ったんだよ。喉乾くから。けど、トイレなかったらこれ飲まないから。トイレがあったら全部飲むけど、トイレなかったら飲まないからって話をして。で、こう、見たら、なんか謎の小部屋があるんだよ。バスのさ、運転手側のドアとさ、真ん中のドアがあるじゃん、バスって。で、真ん中のドアの階段登る右側要するに階段の脇だよね。だからこう、低い位置に、なんか謎の小部屋があるんだよ。トイレじゃねみたいな。トイレ以外なさそうみたいな。けど、ガチャガチャってやったけど開かないのよ。いや、これ物置かもしんないなとか。なんかちょっと不安になってきて。いや、誰かが使うまでちょっと信用できんっつって。で、ずっと飲まないで我慢したんだけど。そしたらあるタイミングで、おばあさんかなんかが入ってって。で、ガチャーみたいな音して、あ、トイレだ。で、まあ飲み物を飲み始めたっていう。けど結局、行かなかったけどね。我慢したけどね、5時間。っていう感じで、そっからまた、まあ長旅ですよね。で、そう、パスポートね。どこだっけだから、スウェーデンか。スウェーデン。でね、ごめん、そう。スウェーデンはね、全体的に食い物うまかったっすよ。これかなり意外だったけど、食い物うまかった。これは、豆知識です。美味しかったです。はい。で、まあ、スウェーデンの空港で、1時間半ぐらい余裕あったのかな。で、なんか食おうぜって話になって。なったんだけど、この手荷物検査とかさ、まあ、やるじゃん。で、それを抜けた後って、まあ、どっか店探そうってなるんだけど、店探してるうちに、なんか、行き止まりというか、さらにパスポート検査みたいなのがあるわけ。日本とかってか、普通ないんだよ。普通は、そういう手荷物検査みたいなのを抜けた後っていうのは、もう乗り場しかないんだよね。なんだけど、そのスウェーデンの空港は、手荷物検査終わった後に、さらにパスポート検査みたいな場所がある。で、なんだあれみたいな。で、フードと、あそこ抜けちゃったら、飯はなさそうじゃないですかみたいな話になって。飯食おうって話になってたんだけど。確かにあの後なさそうだね。じゃあ、こっち側で、要は手荷物検査を抜けた先の空間で、飯屋を探そうっていう話になって、でまあ、ちょっと探したんだけど、まあ、ハンバーガー屋でいいか、みたいな感じで、ハンバーガーを食いました。割と急いで。で、そのパスポート、検査のとこまで行きました。で、並んでる時にパスポート出そうかなと思ったんだけど、パスポートないの。あれと思って。結構探したよ。あれポケットないし、あれジャケット、あれねえな、みたいな。で、一通り探したんだけどないの。いや、俺どっかに忘れたなと思って。で、まず、最初に、飯食ってた場所を見に行った。で、フードにはもう先行ってていいって言って。で飯食いに行ってるとこ見たら、ないわけ。ねえなつって。で、まだ俺らが食ってたもん片付いてなかったから、多分誰も来てねえよなつって。ねえなつって。で、土産買ったから、土産屋も行ったよ。ちょっとパスポートなくしたんですけど、つって。言ったんだけど、ないと。
ことは、手荷物検査の時に、俺受け取らなかったのかなと思ったわけ。パスポートもその中に、入れてたから、手荷物検査のそのなんかこういう四角い箱の中に、バッグとか、上着とか、全部その中に入れてたの。パスポートも多分その中に俺入れたんや。で、そういえばその入れっぱなしで取れなかったかなと思って、全レーン、全レーンつっても3つぐらいしかないんだけど、3つのレーンの係の人に、パスポートなかったですかつって聞いたんだけど、なかったんだよね。あれこれいよいよやべえと。どうしようと思って。もう時間迫ってんだよね。もうあと30分ぐらいで飛行機飛んじゃうの。ええなと思って。で、もう一回、食い物屋行ったのよ。一番なくしてる可能性高そうだなと。で、食い物屋が、自動、なんていうのかな。こう、パネルタッチして注文するタイプ。海外とか結構あるんだけど、その時に、なんか、落としたかなとか、なんかそんな風に思って、で、券売機じゃないけども、注文するパネルのところとか見たんだけど、なくて、で、ちょっと、やっべえなと思って。で、もう一回パスポート検査の近くに行って、ラストもう一回こうやってカバンを、ちょっともう、端も外分も捨てて、もう全部出そうと。ちゃんと見たつもりだけど、完璧に中身を全部出して、もうね、こうやってもう、本当に漫画みたいにさ、こんな感じよね。ドラえもんがこうやってやってるみたいな感じで、ねえなっつってやってたら、excuse me って言われて、女の人の声で。んつって見たら、わかんないよ、ニュアンス。でも多分、これあなたのみたいな。その食い物屋の店員がパスポートを手に持ってんだよ。その時出たね、特大のイエス。イエスで、無事帰ってこれました。いや、本当に、あんなにでかいイエスは、初めて言ったね、俺も。向こうも笑ってたよ。せめてお名前をと思ったけど、時間も差してますからさ。で、一応無事帰ってこれたっていう。大体スウェーデンそんな感じかな。いや、笑っちゃうと思うよ。だってさ、パスポートこれ誰か忘れてんな、っつってさ、パスポート検査場の方に行ってたらさ、マジでさ、漫画みたいにさ、こうやって荷物出してるやつがいてさ、すぐにっつって。だからさ、イエス笑うわな。絶対あれ帰ってから家族とか友達とか恋人に話してるぜ。いや、昨日さ、こんなことあってさ、みたいな。絶対言われてる。